ということは、こちらのお腹の部分も目立ちづらい顔の近くに明るいもの、そして顔がちょっと小さく見えるようにという技術でございます。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね、だんだん薄着になってくるじゃないですか。そこでね、ちょっとお腹のたるみだったりとか、お尻のたるみだったりとか、夏、秋、冬関係ないんですけど、春も含め、年中しょうがないんですけれども、顔のたるみ、これをね、うまくごまかせないか、どうやったら、それをうまく、引き締まって上がって、お腹もたるんでるように見えない、お尻もプルって上がってるように見えるかっていうところをうまくテクニックでなんとかならないかっていう、企画でございます。はい、コーディネートあり、それからテクニックあり、いろんなものありで全面的にアプローチしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただいて、面白かった、ためになったと思っていただけたら、チャンネル登録いただけると嬉しいです。それでは行ってみよう。はい、今回ね、この企画をね、やるにあたり、ちょうどね、ファッションだけじゃなくて、顔も引き上がるようなことが伝えられないかな、みたいな、思ってる矢先にいただいた化粧品、美容液のお話だったんですね。で、使ってみて、良くなかったら別に動画にしなくてもいいな、なんて思ってたんですけれども、で、先方からもね、よかったら動画にしてくださいという話だったので、使ってみたんですよ、実際私。で、これね、セパルフェっていうんですけれど、要はセボーンのようなパーフェクトのフランス語版でね、これ完璧とかこれ素晴らしいっていう意味のセパルフェなんですけど、ウォーターレスの、要は一切水を使ってない納豆だとか味噌だとかと一緒の発酵美容液なの。とにかく発酵美容液か匂いがどうかなっていうところしか私は考えてなかったんですけど、もうね、使った瞬間っていうかね、朝起きてすごい違ったんですよ。で、最初つけてこんなもんか、とにかくドロッとしてたんですよ。こんなもんかって思ったら、次の日とにかくね、キュッって感じで、まず塗って少しするとキュッて感じはあるんですけど、次の日が結構もう上がってる感じなんですよね。で、私もちょっとね、ある程度年齢いってきてね、何でもいいってわけじゃなく、化粧水は安いものでもいいんですよ。安くてもいいものは選んで使ってるんですけど、化粧水はたっぷりつける。で、美容液はそんなにたっぷりつけないけれども、いいものを選びたいと思って、いろんなものをやっぱり、仕事上ね、いろいろいただくこともあったりとか、私自身もこれちょっと買ってみようとかポチッとしてみて、いろいろ自分なりにいろいろ研究してきている中で、いや、これは結構いただいたから言うわけじゃないですけれど、いや、これは結構パーフェクトだな、本当にセパルフェだなっていうふうに思うものと出会いました。ちょっとね、こちらもご覧いただきたいなと思うんですけれども、史上最高濃度1ミリも薄めないというところが書いてあるんですけれども、1回使っただけでリピ率 83%、 皮膚科医もおすすめの成分濃度とかね、本命の美容液というね、2週間もいりません。最速で実感させます。いや、本当に私まだ使って、3、4日なんですけれど、いや、本当に次の日に実感できちゃったんですよ。いや、そう簡単に、感動する化粧品ってないんですけれど、私ね、一番悩みどころが少し毛穴が開いてしまうっていうところと、それから多少なたるみっていうのもね、年齢上あると思うんですけれど、一番来るのが睡眠取れてない時なんですね。で、だいたい私 7,8 時間睡眠取れればベストなんですけど、だいたい私5時間が平均なんですよ。で、そうすると下手すると4時間半とかっていう睡眠だったりすると、もう次の日本当クマができやすくって、もう顔がちょっとおでこのシワとかも目立ったりとかっていう、それがもう本当にピッって感じだったの。本当に皮膚持ってキュッと上に上げたような感じだったので、いや、これちょっと古代表現じゃなくて、本当に高い化粧品を使ってるのに効果に満足していない女性が 75.1% もいるんですって。いや、確かにね、そうなんですけどね、本当にこれ実感しました。いや、良かったなと思ったの。動画にできて良かったなっていう反面、いや、使ってこれいいものを教えてくれました、ありがとうっていう感じで、はい。でね、断言しますね。
あなたが何を試しても満足できないは化粧品業界の闇。これはねあんまりネガティブなこと言いたくないですけれども、原液 100% 配合とかって言っても実はお水が入ってるっていうようなものはすごい多いと。要はねなぜなら成分は最初から水で薄められているからっていうのが結構多いんですけれども、A 商品は90対10とか10対90とか書いたりとかしてますけど、基本的にウォーターレスと歌っている美容液なだけに全くお水が入っていない、純度が濃い、その代わり、発酵しているっていう感じですよね。で発酵してると最初私がお伝えしたように臭いんじゃないの、酸っぱい匂いがするんじゃないのって思われるかもしれないですけど、そんな嫌な香りじゃないです。でね、私キュッとなるって話をしましたけど、私一番気になるのってねこの首なんですよ。首のところって年齢が結構一番出やすいんですよね。でそこが気にならないっていうのがまず一つ。それから首の他に顔は綺麗にテカッとなってもこの手元って意外と年齢が出やすかったりするんですよ。でもちろんね顔につけるものを手につけるなんてもったいないわ五十嵐さんと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、それだけで十分ここも潤ってくるっていうね、私の使い方としては。でこれ一番いいのはね、今使っている皆さんがお使いになっている美容液をこれに置き換えるではなくって、私が使っていいなと思ったのは最初化粧水の後にこれつけてたんですけれども、一番最後につけるのを私おすすめしたいなと思って、でまずいろいろ化粧水だとか使っている乳液だとかつけるじゃないですか。で、最後にこれを、つけて私はどうしてるかっていうとマッサージをするんですよね。例えばこうやって手でねグーって鼻の方に押して10秒間、そしてここの目のところの眉毛のところを上に上げて左右で10秒間、そして次にここからクマのところをこのねクマのところってこうぷっくりしてるじゃないですか。これって皆さん結構美容医療でここの脂肪を取ったりとかする施術をしたりとかしてる方多いんですけど、本来は取るものじゃなくて中に入れるものなんですって。目の下にね眼底にね入っていたもので、それを中に入れるような感じでグググググって押し寄せて中にグッと入れる。これをつけた後ある程度まだウェットの状態でそのマッサージをしてトータル1分間右と左でやって、その後に UV のものをつけて、もうそれでお化粧が終わった段階でキュッと上がってる。そして夜も夜でこれをつけてたっぷりつけて今みたいに、右左やって最後に寝るという、プラスそこにアイクリームをつけたりとかするんですけど、その後寝ると朝キュッキュッキュッってなってるっていう、もう結構感動なものでございます。はい。ここに書いてあるように限界レベルで濃い原液を作ったということで、極濃ウォーターレス美容液セパルフェリフティ、完璧なるリフティだということなんですね。発売早々から美容業界のプロたちから選ばれたって、これね選ばれるはこれじゃっていうふうに思ってます。お客様に選ばれ続ける4つの理由、日本でたった1社しか作れない極濃高浸透処方というところでしょ。そして発酵液のメリット、発酵過程において美容成分の分子が小さくなり肌に馴染みやすい状態へと変化するということなんですね。どちらかというと塗った瞬間乾くとかじゃなくて、塗った瞬間ごくごくこう吸収されてる感じがしました。なので美容成分の働きをより引き出しやすくなるのが特徴ということですね。発酵の過程でアミノ酸やペプチドなどの美容成分も新たに生まれるということなので、私発酵の食べ物大好きなんですけど、それと同じですよね。肌の内部でこういうねより吸収されやすいものっていうものが生まれているということなんですよね。そして2つ目、最強濃度のエイジングケアが成分で入っているということなんです。ナイアシンアミド、ローズ発酵液、米&紅茶の発酵液35で、水は 0% ということです。そして美容成分が 90% ということですね。しかも残りの 10% が水ではないということなんですね。もうそれを超えた状態で私は知りたいの前にこれは絶対いいなっていうふうに感じた美容液の一つです。
そして4つ目はまるで陶器のような発光肌、誰もが憧れるきめの細かさということで、ツヤ肌とかっていうふうに言ってますけどね、ビタミン B3 の一種であるこの成分ナイアシンアミドは肌細胞のエネルギー代謝に関わる補酵素 NAD の成分をサポートし、コラーゲン産生やセラミド合成を促すことで知られていますということですね。まあ素晴らしいじゃないですか。というわけでね、これ本当に気に入りましたので、ぜひ皆様がちょっとね、これからの季節肌を大切にしたいなっていうふうに思ってたりとか、探してるのよいつもっていうふうに思ってる方がいらっしゃったら、五十嵐に騙されたと思って使ってみていただけたらなっていうふうに思います。詳細は概要欄に記載させていただきますので、ぜひそちらからサイトの方をご覧いただけたらと思います。じゃん。はい、いかがでしょうか。まずは体のたるみ、特にね、お腹あたりたるみをうまく隠すために、細見え的なところですね。まずはこのようにウエストマークをすることによって、痩せ見えというかね、お腹を隠す、カバーをするというようなところでこのように着てみましたのは、ボンボンエショコラのタフタベルト付きハンサムサロペットでございます。はい、色はベージュですね。で、ちょっと私には丈が短いので、2年ぐらい前の GU のシアーブーツを合わせております。はい。でね、私が通常ね、そのお腹周りのたるみに、ちょっと注意しているところっていうと、皮下脂肪がやっぱりお腹周りにつきやすいっていうね、そこに対してアプローチするのが、実は今日も安心してください、履いていますのビジョナリストのストッキングだったりもするんですけれども、はい、ストッキングを履きプラス、はい、こちらのね、ある程度ボリューム感のあるサロペットを履いています。もちろんこれね、ウエストを取ってしまって、はい、このままストンって着ることも楽ちんにできるんですよね。で、特にこれからの夏のシーズンには体にね、触れているところがすごく暑苦しいので、これでも OK です。これでも OK ですけれども、逆に太って見えてしまう可能性もあるので、じゃあどうするのって言った時に、ゆるくもうこんな感じで、ただ単にウエストにマークしてるだけですよという感じでも、これぐらい緩やかにしてしまっても、ウエストマークがあるだけで十分、ちゃんとそこにウエストが、細いウエストが終わりになるのねというように見えてしまうというところでございます。そしてね、こちら、はい、実はこのサロペット、タックが内側を向いてるんです。タックが内側を向いてるということは、こちらのお腹の部分も目立ちづらいっていうことがあるので、もともと私はね、お腹が目立ちづらいとか、そのボンボンエショコラ自体のコンセプトがね、女性を甘やかすっていうようなコンセプトなんですよ。要はどういうことかっていうと、痩せて見える、逆に言ってね、痩せて見えるからこそ、何この細いの入らない、私が着たらパツパツかもって言って敬遠されてしまうパターンもたまにあったりするんですけど、実はあなたはそのままでいいんですよ。女性がね、辛いこともいいこともいろいろ日々あると思いますけれども、苦いことやね、嫌なことがあった日も、これを着て明日頑張ろうっていうように思えるような洋服を作りたいと思って、ネーミングをね、ボンボンエショコラ、フランス語で飴とチョコレートという意味で、ご褒美を皆さんに差し上げるというところで作ったのがボンボンエショコラのお洋服なんです。というわけで、ただ単にもう着るだけでウエストがあるように見える、そして、お腹のたるみをうまくカバーしてくれるというところで、コーディネートって言っても着ただけなんですけれどね、体の特にお腹周りをカバーするというところで、ぜひトライしてみてはいかがでしょうか。もちろんお持ちのお洋服でこのようにウエストマークすることもウェルカムでございます。はい。じゃん。はい。次はお尻。ヒップアップでございます。これドッキングセータートップスなんですけれども、レースがね、サマーレースが裾についているカットワークレース付きニットトップスでございます。はい、ボンボンエショコラのしっかりとしたニットの下にこのようにサマーレースが2枚重なってついているようなものなんですね。で、実はこれね V ネックでございますので、意外とねこれぐらいの時期の時に重宝するのが V ネックのこのセーターなんですね。そしてちょっとだけふわっとしたゴブ袖の袖口もすごく使いやすい、重宝できる一品でございます。はい、色はねネイビーなんですけれども、お尻をねうまくこうやって隠してくれるっていうところがまず一つ。そして合わせているパンツはこちらもボンボンエショコラなんですけれども、立体シルエットクロップドパンツなんですね。で、
結構ね切り替えをいろんなとこにしてて立体のシルエットが作れているんですけれどもね、どうしてもねやっぱり細く見える私が入らないんじゃないかしら、結構ピチピチなんじゃないかしらっていうふうにお思いでしょうが、意外や意外結構ね私にとっては少し大きめでございまして、でお尻なんですけれども、はい、ご覧いただけますか、履いております。安心してください。ビジョナリストでございます。ビジョナリストはねヒップホールをきちんと作っているので、着圧のストッキングってどうしてもねお腹もぺったんこにしてくれるかもしれないけど、お尻もぺったんこにしてしまうパターンが多いんですよ。それをうまくお尻の丸みを逃さない設計をしています。そしてこの丸みの下のところに編み方を変えて上にグッと上げるような編み方ももちろんしていますので、私はね本当にこだわりにこだわったストッキングなんです。はい、ぜひねこれからの季節どうしてもスカートだったりとかねワンピースの場合でもちょっとお腹あたりがスースーするっていうようなね、かといって夏にガードル暑いっていう時にも、皆様のお役に立てると思いますし、はい、ぜひトライしていただきたいと思います。じゃん。はい、いかがでしょうか。今回は顔でございます。はい、顔のたるみだったりとか、もともとが綺麗な卵顔だったのにだんだんなんか四角い顔になってたり長い顔になってたりっていうようなね、いろんなお悩みもあると思います。そういう時に、よりね顔の近くに明るいもの、そして顔がちょっと小さく見えるように大きめにストールを巻くという技術でございます。まずはね顔にね撮影の時に使うレフ板ってあるじゃないですか。白いねライトをここに集めて反射させるみたいなね、レフ板効果でございます。はい、白いこちらのねストールは懐かしのユニクロ C の初回のユニクロさんとのコラボのものでございます。そして合わせている T シャツはスーピマコットン T でございます。ブラックで T シャツももちろんそうですけど、ワンピースよくスウェットワンピみたいなものだとかユニクロさんで結構出てるようなワンピースで、黒いワンピースなんかの時に顔周りにねちょっと一つこういうレフ板効果をつけていくと、それはそれでねこういうコットン系のものだったりすると汗もしっかり吸収してくれるし、プラス顔の近くに対比で大きいものが来てることによって顔を小顔に見せてくれるというような技術も、はい、込めております。ぜひねトライしてみてはいかがでしょうか。顔のそばに何かがあることによってこちらに目線も行きます。視線も集まりやすいし、そういう意味では人の目くらましというところをうまく利用して小顔やそれからちょっとだけリフトしているように見せてしまおうじゃないかというテクニックでございました。はい、じゃん。はい、いかがでしょうか。正式名称フェイスリフトアップヘアバンド、はい、通称ヘッドギアと呼ばせていただいてるんですけど、現在は先ほどはね何も引っ張ってるような状態っていうのは作ってない状態で出てまいりましたが、はい、今はしっかりここの中で、リフトされているような状態でございます。はい、3つのパッチン止めがここにピッてくっついててマックスで引っ張られている状態なんですが、いかがでしょうか。はい、上がってますか。はい、こんな感じでね、今TikTok のボムニエル、私のショップで販売されています。唯一そこだけで販売しているんですけれども、ベルベットタッチであるのでちょっと夏にはもしかしたら不向きかもしれませんけれども、それでもねなかなか高級感のある、はい、しかも普通に巻いてギアを作動させないパターンとパッチン止めを止めて、思いっきり紐を引っ張っている状態でギアを作動しているパターンと2通り楽しめますので、ぜひねトライしていただけたらと思います。こんな感じでね、私の友人でこれを使ってる方がね、あれすごい効く、でも外でやったことないっていつ家でだけかいみたいな感じなんですけど、ぜひ外で使ってなんて話をしてるんですけれども、ぜひね、家でも外でも使っていただきたいです。またね、うちの息子が洗顔の時に使ってますとか、洗顔の時にこれ巻いてやると前髪が立ちやすいとか、なんかそんないろんな皆さんによって使い方があるんですけれども、こんな感じでね皆さんの顔と口角を上げて幸せになるための商品を開発しております。はい、というわけでぜひね概要欄の方もご覧いただいて TikTok にもぜひ遊びにいらしてください。はい、今回のね撮影でもこちらの
ビジョナリスト、履いておりました。おかげさまで Amazon でもご好評いただきまして、もうね ML サイズがほぼほぼもう在庫がない在庫切れの状態になっています。これからね夏になりますので、一旦予約販売という形でこれからねスタートして、また秋冬になったらねメインでこれから販売開始するんですけれども、今の状態だと SM サイズだけまだございますので、160センチ、162、3センチぐらいまでの方は SM サイズで全く問題ありません。でね、このねウエストの部分っていうのがゆとりがある状態なんですよ。で、もちろんねお腹ももちろんそうだし、ヒップをキュッと上げるようにヒップホールがあるのと、その下の編み方も変えていることでヒップを丸くきれいにキュッと上げることができるんですね。で、なぜ先ほどね、ML サイズよりも SM サイズでも OK だよって話をさせていただいているかというと、ウエストの部分がきついと嫌だわとか、つま先がきついと嫌だわっていう方のために、つま先はもう痛くならない状態にこだわりました。そしてウエストの部分もウエストが苦しくなるようなことのないよう編み方を変えて、しかもこの幅もね広くとって余裕がある状態にしていますので、怖がらずにぜひ SM サイズもお試しいただけたらと思います。ガードルのいらないストッキングということで、私がこだわりにこだわって作ったストッキングです。ヒップアップもして、それから足もね綺麗に美脚が出来上がりますので、ぜひこの夏までのお供にぜひお使いいただきたいし、これからねクーラーとかが結構ガンガン入ってきたりとかする時のためにも、ぜひ体を冷やしてしまうと女性にとってね、冷えは大敵になりますので、ぜひ皆様のお供にこちらのビジョナリストトライしてみてください。いかがでしたでしょうか。手を変え品を変え、顔だったりとかお腹だったりとかヒップだったりとかございましたけれども、皆様のお役に立つ内容はありましたでしょうか。ぜひね、悩んでらっしゃるここにもなんかないっていうようなリクエストがあったら、ぜひコメントにお残しいただけたら嬉しく思います。できる範囲で早めに対応させていただきます。このコーデはエアリズムコットンティーのボーダーでございます。白いもので首のところも白くなっているものもあって、黒いボーダーが細いパターンね、とこちらのパターンと2種類ございますので、後ろがちょっと長くなっているので、これもちょっとだけねヒップアップ効果があったりするんじゃないでしょうか。というわけでいかがでしたか。試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすごく嬉しいです。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。上げていこう。バイバイ。